こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は2つの拠点間のトロッコを開通させました。海底探索で色々試すアイテムも揃え、準備もバッチリです。そういえば、廃坑の探索範囲が少し広がったわね。どうも想定してたより廃坑が一回り広いようです。過去のプレイでは座標を水のプレイだったのでわからなかったのですが、南北通路は64メートル間隔で掘ってましたが、案外その倍の間隔空けた方が良かったかもしれませんね。さて、早速海底入り口にやってきました。現在の収集ブロックは38種類、次の狙い目は砂とイカスミ素材のブロックです。前に海底に登り立った時よりにブロック高いところまで行けるので、イカがスポーンする加減高度に容易に手が届くはずです。前より増えてる？世界がイカに侵略され始めたかのようです。さながらタコ揚げ大会って感じね。イカだけど。さてジャックオランタンを用意して、これで海底が見分けやすくなりそうです。まあ節約気味に使う予定です。そういえば昔はイカは光に寄ってきたらしいですね。公式英語ウィキで確認しましたが、最近のバージョンでは寄ってこないそうです。で、4スタック持ち込んだフェンスですが、割と息継ぎスペースが十分あっていい感じです。あら、ドアを使うよりもエコロジーじゃないの。廃坑と海底は相性が良かったんですね。あの距離なら、イカ釣り用に持ち込んだ釣り竿を試してみます。あれ、思ってたより届かないです。水源の層が邪魔していそうな感じです。ってことはもしかして弓使ってたとしても届かないのかも。とりあえず負傷ポーションを試しに投げてみるべきね。失敗したら自分が浴びるじゃないですか。まあまだポーション作れないですけど。さてドアからドアを伝ってイカを追いかけていたところですが、ちょうど向こうのドアのすぐ近くです。明かりとモスマに逃げられると厄介なので少々強引に行きました。無事にイカスミ一つ目ゲットです。前はこの高さまで降りてきてくれなかったのにね。これだけはいていると海底付近に紛れ込むようです。そしてその1分後、再びイカスミチャンスです。とりあえずのイカスミの必要数は、羊毛と片焼き粘土の3色ずつなので4つ。このチャンス逃すべからず。イカに夢中でうっかり溺死するダブルチャンスよ。まだ焦ってないので大丈夫です。なんとかなりました。で、もう一つイカスミ入手できたので、あと残り2つです。海底で食べる焼き魚は格別ですね。そこは風情を考えて生食するべきでしょ。隠し満腹度主義者の私にはそこは妥協できません。さてイカはひとまず後回しで砂集め始めましたが、海底は溢れんばかりの安心感があります。水の中の安心感は本能的なものかしらね。いえ、クリーパーなどが絶対に湧かないからです。そっちかい。私としては割と切実な理由なんです。突如モブに接近されて焦らされることがありえませんから。って何？近すぎ。こんな近づかれるとは。そうじゃなくて巧みな話術でイカを油断させ接近させる作戦成功です。そう、それは良かったわね。さて、イカスミが必要数揃いました。あとは砂集めだけです。それから7分ほど経過したところです。この音は砂。まさしく砂です。これで揃うかしらね。とりあえず砂は、滑らかな砂岩のクラフトに16個、模様入り砂岩で12個いります。拠点に6個分あるのであと22個あれば足りますね。あのイカが気になって仕方がないです。この近さなら釣れるかな。惜しい。いや惜しいのかな。よくわかりません。もう拉致が開きません。あら、逆に釣られちゃっているんじゃない？イカスミは必要数に達してたわよね。あと一つ入手できればガラス専用分まで揃ったのですが、まあいかんせんダメでした。
いかんせん、ねえ。さて見つかった砂の方ですが、案外地中まで広がって石の下の方まで伸びていました。で、せっかくの隙間なので松明使っちゃいます。結局手に入れた砂は一気に27個、クラフト分には十分です。ようやくこれで海底作業も終了ね。いや、ここは作業続行して TNT 分も収集しておきます。まあそれもいいけど、何個分用意するの？そうですね。使いそうなケースといえば、粘土を見つけたけどギリギリ届かなくて、爆破でアイテム化させるときくらいです。爆発力が4なのでアイテム化する率は4分の1のはずってこと考えると2つもあれば十分でしょう。それから10分少々テキパキ砂利を掘り起こしてるのですが、一向に砂は出てきません。気分転換に鉄でも掘っておきます。砂利を掘り返しつつ、前に海底で見えた、砂か戦力岩かわからなかったものを確認しに来ましたが、やっぱり砂ではなかったようです。暗くてわからないわよ。夜なので仕方がないです。ジャックオランタンも遠の昔に尽きてしまってます。斜面を登ってかなり陸地に近づいてみました。でもここからが急斜面でこれ以上登るのはきついです。で、ランタン使ってた場所はあんな離れてしまいました。フェンスも残りワンスタックしかないので、ぼちぼち帰り自宅します。で、砂利を掘り起こしつつ海底入り口の方面に進み始めて、わずか1分のところです。諦めかけた時はなぜか見つかりやすいわよね。いやそれが、不栄って感じです。なんと粘土発見しました。粘土は海底から消えたんじゃなかったの？公式英語域の方では、1.7.2 の修正で粘土はもはや海底では見つからないと記されているんです。要するに、海底より1ブロック下は海底ではないから、粘土が見つかることもある、と解釈しないといけなかったのね。どうもそうらしいです。またやられてしまいました。でもこれは、過去最大級の嬉しい誤算です。普通はこんな砂利ばかりの海底で粘土を探すことないでしょうから、まさにこの企画のために海底に粘土を残しておいてくれたと考えざるを得ません。確かに粘土受領いたしました。なお、ここで見つけた粘土は6ブロック分、24個でした。さて、小1時間に及んだ今回の海底作業はここまでです。粘土まで集められたのでこの帰り道、もはや凱旋と言っても過言ではありません。ところでこの螺旋階段、水流れていたかしら？直してきます。さて、リスポーン拠点に着きました。早速クラフトにかかりたいところですが、一つ困ったことが、まさかこのタイミングで粘土入手するとは思わなかったので、粘土系のレシピを覚えてないんです。というわけでゲーム中断を挟みました。そういえば言い忘れてましたが、この動画からはバージョンを 1.8.6 に引き上げてます。あと、ゲーム再開から数十秒間、訪れが訪れるのは相変わらずです。おそらくワールド生成処理が重くて、録画処理が追いつくまで数十秒かかっているのでしょう。さて砂系ブロックをクラフトします。砂岩を4個用意し、滑らかな砂岩ゲットです。でも、使うのは1つだけ。4個も作ってもったいないですよね。で、ふと、滑らかな砂岩でもハーフブロックができないかと思いついて試してみたところ、これがうまくいきました。あら、ひょっとして予定より砂の必要数少なくて済むってこと？そのようです。まあもしこれをあらかじめ知ってたら、粘土入手するまで海底で粘らなかったです。何が吉と出るかはわからないものです。続いて粘土系です。まずはさすがにこのレシピは覚えてた粘土。そしてもう一つ作った粘土ブロックを精錬して型焼き粘土入手です。そして時間の関係でちょうど焼き上がったレンガがこちらです。レンガブロック作るとか、なんだか建築系みたいでワクワクします。
デザイン完全に無視してるけどね。まあでも、今はこれが精一杯です。色付きの粘土ブロックはめちゃくちゃ粘土が必要なんですよね。さて、さらに続いて羊毛系です。まずは黒色の羊毛から。で、スケルトンとイカを1対1で配合させて灰色の染料を作り、さらにそれを雲と配合させて灰色の羊毛完成です。それにしてもなんで灰の文字がおかしいのかしらね。まだ消されたくないので気づいていないふりをしています。ちなみに考えてみると、薄灰色の染料はひな草などでも代用できるんですよね。もうイカは刈らないでもいいかもしれません。さて、8つの新ブロックを抱えて待ち遠しかったタイムです。これで塔はブラックになりました。不眠不休でずっと働いていたものね。いえ、2回も眠る時間ありましたよ。それグレーじゃなくて完全にブラックよ。なんか塔の印象が悪くなる一方です。では気を取り直して、これで淡い白黒が揃って水墨画の塔です。そういえば序盤はほとんど画面が白黒だったわね。模様ってクリーパーの顔だったんですか。つまり爆破予定の塔ってことね。次は滑らかな砂岩で、これでクリーパーはつるっと滑ってくれます。面白いこと言おうとしたのも全部つるっと滑るのね。まあ次が粘土です。たかが粘土、されどこれを詰めたということは、地上に出られることが約束されたも同然なんです。感無量です。そして、これで片焼きそばの塔になりました。残さず食べなさいよね。最後に、これで私も建築系です。嘘おっしゃい。さて塔周辺の整備も終わりました。今のは座標は51、地上ギリギリに立っている原木に手が届くのはあと6ブロックのはずです。ちなみにこの真上の地上は平地より2段高いですが、色付き片焼き粘土のゴリ押しで手が届くはずです。それにしても、ほんとこの塔も随分立派に成長しました。降りるだけで10秒以上かかるんです。でもまあ最終的には今の高さの3倍以上、雲の上まで成長するんです。そんなことよりメサ探しの方が心配よ。さて、入手ブロックが46種類となったところで今回はここまでです。次回は粘土をひたすら集めに行きます。海底と川底と湿地とあるけど、どこに行くの？海底は砂利の埋積で見つけづらいですし、河川バイオームは案外水がなく高度があるところもあるんです。なので探すなら湿地、深さと広さがある湖が見つけられたらと思ってます。あと、湿地でスライムが湧く高さまで緩和できたので、ひょっとしたらスライムも狙えるかもしれません。うまく探せるかしらね。それではまたね。バイバイ。